今日は就活ノートを作ることを忘れずにというお話をいたします。これはインターンが始まる前に作っておくことをお勧めいたします。その就活ノートとは何を書いたらいいのか、どういったことを気をつけたらいいのか、そういったことについてお話しいたします。まず就活ノートは基本的にはルーズリーフ、後から追加できるような形のものがいいです。本当はルーズリーフはバラバラになってしまうので避けたいノートではあるんですけれども、どんどん記入していくことによってその企業によってですね、ページ数が非常に増えてくることがあります。そのためバインダー式のルーズリーフをお勧めいたします。そしてインターンに参加した時にはまず見たこと、感じたことを書くようにいたします。インターンに参加した時も、実際の就活にですね進んだ時もそうなんですけれども、帰りの電車の中とかですね、もう帰りに寄ったカフェでメモをすると、家に帰ってからゆっくり書こうというのもいいんですけれども、なるべく鮮度が落ちないうちに書くということをお勧めいたします。その理由はもう人の忘却曲線の通りで、終わってすぐの方が一番細かく覚えているんですね。ちょっとした気づいたこと、そういったことをですね書くことができる。そのために、なるべく終わってすぐ書くようにした方がいいです。でインターンの時には特に書くことというのは、相手というのは社員の人が話していたことや、またその時自分が感じたこと、また気づいたことについて書くようにいたします。インターンは通常ワンデータイプのものが多いかと思いますが、5days やそれ以上のものとなりますと、結構もうその1週間自身が非常に大変にはなると思います。ただその時に接した社員にもらったアドバイスだとか、すごくいいなと思ったこと、逆に良くないなと思ったこともメモするようにしてみてください。この就活ノートというのは企業ごとにページを用意してどんどん追加していくというものになります。で一番また使う時というのは面接が実際に就活が始まった時ですね。その時に何を聞かれて、そして何と自分が答えたかをメモするようにします。面接が終わった直後ですとみんなそんなこと忘れないよと思っているんですけれども、実際まず面接官の方も気になったことは記録しています。そして次の面接、二次面接とか進んだ時にも向こうがちょっと気になること、聞こうかなと思ったことについてですね、改めて聞かれることがあるんですね。そしてそれを向こうはメモしているにもかかわらず、自分が答えたこと、メモを取っていないと忘れてしまったり、とっさに答えたために一次面接で言ったことと二次面接で言ったことで、言ってる内容が変わってしまったりすることもあるかもしれません。そういったことを起こさないためにメモを取るということが大事になります。また面接をですね、受けていくとですね、あの時はこう答えたけど本当はこう答えたかった、またはあの時はうまく答えられなかったというようなことがよくあります。本当はこう答えたかったということについてはどうしても伝えたいことであれば次の面接の時に伝える方法もありますけれども、通常はそこまでシビアになることはありません。ただもし次の面接でもまた面接官が同じ質問とかその深掘りで聞いてきた時には、その時に答えるという形でいいです。そして特に気をつけることは、うまく答えられなかったことがあった時なんですね。そのうまく答えられなかった時に、そうするともう落ちるのかとか、そういうわけでは、通常はないんですね。ですがその時になんとなく「いやちょっと今考えてません」って言ってしまったことでも、もし二次面接がもしあったのならば、その時までに準備をしておくといったことは大事です。実際ですね、採用する側がですね、確認したいことっていうのはもう一度聞いてくれる場合もありますので、それをそのままにしていたら、この子はその程度のものなんだなと感じられてしまいますので、特にうまく答えられなかったなということがあった場合は、そのことは次の面接の時には準備をするようにしておいてください。まずそもそも面接で面接官が見ていることは一緒にやっていける仲間なのかどうか、持っている能力、求められる能力はあるのかどうか、そして人柄としてはどうなのか、企業の価値観に合うのか、そういったことをですね、さまざまな視点で添削をしています。先方は先方で、面接シートにですね、その人の
ことについて項目ごとにパラメータで数値を入れて合計を出したりとか、そういったこともありますね。ただ、実際のところ、面接は鶴の一声ということもありまして、結構最後の方の面接になった時に、他の面接官は割と取るのやめた方がいいと言っていても、役員の人とかが入っていて、いや取った方がいいとか、そういうことももちろんあることはありますね。あと就活ノートなんですけれども、これ面接の時にはもちろん役に立つんですけれども、もう一つ落ちた時に使えるんです。就活ノートを本当に一番役に立つのはもう落ちた時かなというふうに考えていますが、それは落ちた企業があった時に何が問題なのか振り返ることができるからなんです。なぜなら、じゃあ成績が悪かったからかなとか、それとも大学フィルターに引っかかったのかなとか、ですね、それは通常ないんです。ないというのは、面接まで進んでいるんであればそれをもう見た上で読んでるわけですね。ですので取る気もない学生をわざわざ面接するということは通常はありません。そのため何か面接を受けて落ちてしまったとしたら、自分の受け答えをした中に落ちた原因が残っている、そういうことになります。そうすると自分がどのような質問をされた時にどのように答えたのか、向こうがと思ったことは何だったのか、それを分析するためのノートに使えるんですね。今までも皆さんも、中学、高校でもさまざまな、模擬試験だとか、定期試験とかもあったと思うんですけれども、試験というのは受けて終わりではないですよね。その自分がどこができていなかったかを確認して初めて力になるものです。就活ノートは誰かが作ってくれているものではありませんので、自分が用意する、何を言って何と答えたのか、そして落ちたということはその受け答えの中にヒントがある、そういった形で使っていくと次に行きます。そして、自己分析にも使うことができます。就活ノート、就活、1社しか受けなければ、そんなにたまることはないんですけれども、何社か複数社受けてみるとですね、こういう質問の時には自分はこう答えるんだということが客観的に見ることができます。自分のことは分かっているようで案外自分のことは分かっていません。ところが自分の受け答えしたことをメモにして紙で見て何社か比べてみると、自分にはこういう傾向、こういう心の癖がある、こう聞かれるとこう答えるんだなと、何か気づく点がある場合があります。そして今のこのある意味自己分析に使えるとお話ししましたけど、この先ですね、就職してから転職活動の時には何社も受けるといっても就活のように受けるような形はあまりないんですね。通常は就職したままで転職活動もしますので、そうすると、ある一定期間の間に5社受ける、6社受ける、今ですと平均16社などと言われてますけど、これ就活の場合ですね。転職はそういったことはありません。ですのでこういった形で自己分析もできるというのは今しかありませんので、一つの記録として取るといいと思います。それから就活ノートに書く内容としましては、自分の面接の受け答えや気づいたこと、良かったこと以外にもですね、その関係する業界のニュースやその会社のニュースもメモしておくといいです。実際ですね、メモするといってもそのニュースのインターネットのニュースをそのまま印刷しましょうというそこまでしなくていいですので、日付と、概要と、タイトル、そういったところですぐ検索すれば分かるような形で書いておくといいです。また面接の時にも最近気になったニュースはとか、何かそういったことについて聞かれた時にも自分がその業界だとかその会社のニュースについて知っているということはすごく有利になります。またそのニュースに対して自分がどのように感じたのか、そういったことも、一緒にメモをしておくといいでしょう。少しこれはちょっと余談になりますけれども、ニュースと言いましても、新聞ですね。新聞が一番いいニュースではあるんですが、経団連に入っている会社だと、日経新聞ですね、これはすごく載っていて、そういう新聞ではありますし、読売新聞などですと、割ともうこれは与党寄りですねの新聞になりますし、これあと、朝日新聞は人権、毎日新聞はもっと人に寄せてますね。そういった新聞によっての傾向はあります。これはあくまで私の見解なんですけれどもね。
ですのでまず新聞というのはそもそも、ただ日経新聞に関してはよく就活生を読むようにって言われますけれども、あれいきなり読み始めても何書いてあるかわからないんです。なぜならば新聞はそれぞれ物語ですので続きものなんですね。ですので途中から読んでもわからない。だから継続して読む必要があるわけです。そういった意味で、日経を読むにしてもそれは継続して少し前から読んで慣れていくことをお勧めいたします。就活ノートについて、今ざっとお話ししましたが、まずちょっともう一度まとめますと、インターンの時には見たことや感じたことをメモをする。就活が入った時には面接で何を聞かれて何と答えたのかを書く。それと合否についても書く。そしてうまくいってないことがあったらそこの記録もする。業界の関連する業界のニュースですね、そういったことも追加していく。そういった形で自分だけの就活を攻略するノートを作る。こういったことを進めてもらえればと思います。以上で今日のお話は終わりにいたします。